皆さんどうもこんにちは。今回はどんとね、大量に出てきました。はい、ロードバイク乗りのサングラスの選び方、これについてね、お話ししていきたいと思います。サングラスっていうと、どうしてもこの眩しさを抑えるためのもの、アイテムっていうイメージが強いと思うんですけども、それも間違ってない。確かにその通りなんですが、ロードバイクを乗る上では、眩しさを抑える以外にもいろんな役割があります。例えば、走る路面を見やすい状態にする。コントラストをちょっとね、はっきりさせるとかね。あとはね、結構30キロ、40キロとか出すと風がすげえ目に入るんですよ。目がめちゃくちゃしょぼしょぼするんですよ。うわー、眩しい、おー、風みたいな。高速でね、走ってる時なんかに、顔面に飛び込んでくるんですよ。虫とかが。異物がね。あいつめちゃくちゃ痛いんですよ。そういった異物から目を守る役割があるという感じですね。いろいろ重要な役割がサングラスにあってですね、意外に重要なのが眩しさよりもそういった目を守るためのギアとしての機能がね、とても大事になります。はい、例えばですね、僕コンタクトなんですけども、コンタクトしてて走っててすげえ向かい風で風が強くてうわーってなっちゃった時にちょっとずれちゃったとか、または取れてしまったってなると結構危ないですよね。やべえ、目が見えねえってなっちゃうと、その後のライドにかなり支障をきたしますので、とても危険です。またはその峠、ね、ヒルクライムして下るとき、ね、周りモリモリしてるんで結構虫とかいっぱいいるんですよ。結構うわーってね、飛ばして下ってるときに急に虫がプーンってきてバーンって目に当たったらめちゃくちゃ痛いじゃないですか。で、目が痛ーってなったときに万が一車がこうね、ヘアピンで曲がってきてたりとか、バイクのコントロールができなくて落車してしまうとか、そういった恐れもあるので、眩しさはまだ我慢できるけど、目の痛みとかそういった部分は瞬間的にはフォローできないので、できれば常にサングラスはしておきたいものではあるんですよね。私生活だったらね、眩しさを抑えるっていう役割だけなんですけども、ロードの場合はスポーツする上で目を守るためのギアとしてできれば必ずつけてほしいアイテムではあります。そんなわけで、サングラスをね必ずしてほしいなっていうふうに僕は思うんですけども、じゃあ何を選べばいいかっていうところをこれから話していきます。具体的には3種類サングラスはあると思っていいと思います。一つは炎天下特化のタイプ、もう一つはほぼクリアなやつ、最後に超光タイプ。この3つの種類があります。で、それぞれね特徴をねお伝えします。まずこれ炎天下特化のタイプですね。オークリーのプリズムジェイドっていうレンズを使ったやつで、モデルはフライジャケットかな。フライジャケットっていうやつで、これはカスタムしたやつなんですけども、かけるとねこんな感じになります。はい。名前の通りかなりね炎天下に特化したモデルなので、めちゃくちゃ太陽さんさんの晴れの日はかなり使えます。プリズムシリーズであれば路面の状況もすごい裸眼よりもはっきりと見せてくれるので、安全にライン取りとか、コース取りができるというような仕様になってます。炎天下でね抜群に見やすいです。超いいけど、例えばヒルクライム入る前、入ってる途中の林道なんかではちょっとやっぱ暗いです。はい。でさらにトンネルでは見えないし、夜なんかは全く見えないです。はい。なのでずーっとサングラスをして走るっていうのはライドのね、コースによっては難しいですね。炎天下のシーンっていうのは結構やっぱりこの11時から1時2時ぐらいだと思うんですけど、このピークぐらいが一番本領を発揮できるので、意外にその本領できる時間帯っていうのが結構少なめですね。これが炎天下タイプで、もう一つは、僕が今一番お気に入りのこのほぼクリアなタイプ。またオークリーで申し訳ないんですが、これはねオークリーのスートロというサングラスのモデルで、レンズはプリズムローライトというものを使ってます。ほぼクリアなんだけども、ちょっとピンクがかったちょっとムーディーなね感じのねラブホみたいな色をしたサングラスなんですけども、これの特徴は今日みたいな結構晴れてる日は普通に眩しいっす。裸眼とそんな変わらないぐらい眩しいんですけども、他のシチュエーション、他のシーンはねほぼ OK、 全部 OK です。こいつはねめちゃくちゃ万能、一番使ってます最近。例えばですけども、トンネルのシーン全然いけます。夜中もいけますね。で、雨の日とか曇りの日とか、林道かなり暗めのね森の中入る時も全然使えます。このレンズねピンクかかってるんですけども、裸眼よりも路面状況をねはっきりとコントラストをねちょっとパキッとさせてくれるので、非常に走りやすくなるということで、晴れ
日中のめちゃくちゃ眩しい時以外は全部 OK っていう、そういったレンズになります。個人的には使えるシチュエーションが多く、ほぼ一日中することができるので、かなりお気に入り、かなりおすすめです。でもう一つが、これいわゆる調光タイプのサングラスになります。これね、ジーンズで安いですよ。1万円ぐらいのやつなんですけども、レンズが調光レンズになってます。その名の通り、眩しい時はサングラスちょっとね色が変わって眩しさを抑えてくれて、例えば夜暗くなっちゃったらクリアレンズになるという感じでですね、その紫外線の量でレンズの色が変わるといったような仕様になってます。これもねかなり万能で、サイクリングする上ではかなり使えるレンズなのかなと思います。ロードバイクでのシーンではちょっとやっぱ個人的には気になるところがあって、一番がやっぱトンネルなんですよ。トンネル走ってて眩しいところから一気にバーンって暗いところになった時、サングラス状態、今みたいなこの黒い状態でトンネル入ると1分ぐらいは見えなくなります。なぜかというと、クリアになるまで少し時間がかかるんですよ。じんわりクリアになってくるので、トンネル入った瞬間は暗くてよく見えないので結局外しちゃうんですよね。トンネルのシーンなんかではちょっと弱いけど、他のシーンでは結構使えるっていうのが調光レンズのいいところかなと思います。調光レンズは基本的に寿命があると言われてますので、1年か2年かな3年かちょっと忘れちゃったんですけども、そこもね注意するべきポイントだと思います。てな感じですね。ロードバイクと同じでサングラスにも得意なシチュエーション、苦手なシチュエーションっていうのがありまして、ロードもあるじゃないですか。ヒルクライムが得意なバイクもあれば、平坦が得意なバイクがあったりとかあると思いますけども、サングラスもね同じように全ての状況をパーフェクトにこなせるっていうサングラスは結構ねなかなかないもんなんですよね。とはいえ僕がこの中で一番今気に入ってるのは、このほぼクリアなプリズムローライトのオークリーのサングラスが一番気に入っていて、一番使ってます、ここ最近で。なぜかっていうと、僕の走り方と一番マッチしているっていうのが一番大きいですね。僕は結構ロングライド、100キロ以上のライドをすることが結構多いので、旅とかするとき2日3日とか1週間とか数日走るシーンも結構多いですよね。例えば100キロのコースの中でずっと木が1本もない野原っていうのはないんですよね。例えばそうね、スタートして10キロぐらいは平坦なんだけども、その後林道に入ってヒルクライム始まりますみたいな、下り切って、トンネルをね何個か通過して、で市街地に戻りみたいな、で海沿い走りみたいな、そういった感じでいろんなシチュエーションに出くわすんですよね。行きの50キロ走ってたのになんか帰りの50キロなんか曇り出したぞみたいなシーンも結構あるんですよ。旅の時なんかは1日目2日目3日目は晴れてたけど、4日目5日目は雨降っちゃってみたいな、でその後は曇りみたいな、そういった感じでロードバイクを走ってる時にいろんな道、いろんなシチュエーションに出くわすので、そういったシチュエーションにほぼ対応できるサングラス、レンズがどれって言われた時に今現状これなんですよ。なんで今一番これが気に入ってるという感じですね。この炎天下のサングラスもすごくいいんですけども、ロングの時はこっちの方が多いかな。調光レンズもすごく良かったんですけども、やっぱりトンネルの時にやっぱどうしても気になっちゃう。このサングラスはね奥さんが誕生日にくれたやつなんですよ。非常にねうちの奥さんセンスいいでしょ。といった感じです。皆さんもねサングラス選びの参考になれば幸いです。もしもね初めてサングラスを買いたいっていう人は、個人的にはこういった万能なやつを1本持っといた方がいいと思います。晴れの日限定もいいんですけども、調光もいいんですけどね。自分のお財布とか見た目デザインの好みとかと相談してやるといいと思います。僕はちょっとオークリーばっか持ってるんでオークリーになっちゃいましたけども、オークリー以外にもこのね100もそうですけども、いいサングラスメーカーいっぱいあるので、ぜひいろいろ見てみてくださいということで、今回の動画は以上です。もしもね参考になりましたという方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。また次回の動画お楽しみに。